はい、どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ヤマムです。ということで、今回は、おすすめ設定ということでですね、ベータ版、先行プレイを、した僕が、変えた方がいい設定を紹介していきたいと思います。あとね、日本語がなかったりとか、画質が悪いよっていうね、方ね、結構さっき配信してていらっしゃったので、その辺のね、ことも解説していければいいかなと思います。はい。もしね、役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録とね、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。ということで、早速見ていきましょう。で、まず設定なんですけれども、変えた方がいいのはね、まずこの波動ですね。はい。ここはね、皆さん変えた方がいい、変えてらっしゃると思うんですけれども、ここでね、バトロワしか変えれないやんけ、みたいな。マルチどうやって変えんのっていう方もね、結構質問あったので、それはですね、このバトロワのところの、この三角のところですね。この三角のところを押すと、全部変えれますね。バトロワ、マルチ、あとパラシュートのね、この起動のやつとかも、全部、ボタンに変えることできますので、自分のね、好きなところに配置していただければいいと思います。あと、観戦画面変えれるし、この車両ね、運転スキル、運転ね、必要だと思いますので、その時のね、ボタンの位置とかも、大きさとかもね、変えることができますので、ぜひですね、こんな感じで、はい。大きい方がやりやすいとは思います。ので、ぜひ変えてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。で、ゲームプレイなんですけれども、ここでね、変えた方がいいところがですね、まずは、この移動のね、ところでですね、まずこの回転カメラモード、カメラ回転モードか。はい、固定加速ありまして、デフォだと固定になってると思うので、加速か固定か、選んでもらえるといいと思います。僕はね、いつも固定でやってるので、固定という感じですね。デフォだと加速になってるかなと思いますので、固定にしたい人は固定でやってもらえるといいと思います。で、あとですね、ここの、オート近接攻撃ってあると思うんですけれども、ここがね、多分デフォだとオンになってるんですよね。そうすると、敵に近づいた瞬間に、銃撃つのやめていきなり殴り始めるんですよ、こうやって。ふっそうなんで、それめちゃくちゃ邪魔だと思うんですよね。そう、お前殴らなくていいよ、みたいな、今。ってなるので、それで倒せればいいんですけどね、スカることもあるので、オフの方が、やりやすいかなと思います。で、あとは、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、射撃時にエイムっていうのが、デフォだとオンになってんじゃないかなっていう感じしてるので、オフ、これがワンタップですね、いわゆる。この射撃ボタン、撃つボタンを押した時に、覗くかどうかですね。そう。なんで、腰打ちしたい人はオフ。絶対に。って感じですね。そこら辺かな変えた方がいい設定は。で、感度はね、一応、他の動画でも紹介してるんですが、こんな感じの感度だよということで、ここでもね、見せておこうと思います。大体変えてないんですけれども、ここかな ?2 倍、3倍のところだけ、ちょっとだけ、デフォじゃなくて変えてますね。他は多分デフォルトのままだと思うんですけれども、もし違ったら、いつの間にか知らんうちに変えてたということで、はい、僕の感度は一応こんな感じです。で、あとね、この波動の時に言い忘れたんですけど、一個ね、大事なところがあってですね、このグレですね。グレのとこのバリアントで、これダイレクトスローっていうのがあるんですよね。これデフォルトだとデフォルトだってるんですけど、これが、めっちゃ大事な設定で、このグレのボタンを押した瞬間に投げてくれるようになるんですよね。ダイレクトスローにしておくと。そう。なんで、こっちだとね、デフォルトのままだと、この手に持った状態で、一回ボタン押すやん。ごめん。説明が下手くそだった。一回手に持つやん。そう。で、投げるんですよ。こっちはね。デフォルトだと。けど、ダイレクトスローは、ボタンを押した瞬間にもう、ポイって投げてくれるの。これが何がいいかっていうとね、投げナイフの時に便利なんですよね。投げナイフ1ってさ、こうやって、一回手に持ってシュッて投げるよりも、こうやってスッて投げてくれた方が、ラグがないのでね。そうなんで、ダイレクトスローの方がいいかなと思います。もし、ちょっと持ったまま、起動確認したいよって時はね、これボタン長押ししてると持った状態にできるので、どっちもね、できるので、ダイレクトスローの方がね、いいという感じですね。他もね、一応、バリアントっていうのがありまして、ここでね、いろいろとその表示方法をね、変えることができますよ、ということで、はい、ぜひですね、自分の好みに合わせてですね、このバリアントっていうのを押してもらって、こういう個別、こういうののね、しゃがみと伏せを分けたりとかできますので、ぜひですね、自分の好みに合った設定に変えてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。で、ここからはですね、グラフィック、画質ですね。について紹介していければいいかなと思います。で、僕の画質、グラフィックこうなってるんですけれども、
端末によってね、選べる画質が多分2から3個なのかな多分。2個だと思ってるんですけど、最高と高しか選べないよとか、僕の場合中と高しか選べないんですけれども、そう、端末によっては本当もう、低中とか、最小低みたいな、そんな感じで選べるよという感じっぽいですね。で、フレームレートは、120出る端末もあるし、60までしか出ないよという端末もあると。僕の場合は、普通の iPad mini の6世代なので、60までしか出ませんと。プロだね。iPad Pro、iPhone Pro みたいなやつは120まで出ますよという感じですね。で、FOV は90でいいと思います、これは。はい。で、ここ画質をね、中とか高にしても画質が良くならないよという方はですね、これ、なんと、これね、ちょっとね、僕もこれ知らなかったんですけれども、なんか、ダイナミックダウンロードシステムみたいな、なんかそんなのを採用してるっぽくて、試合中にダウンロードするっぽいんだよね。そう。だから、試合を重ねるごとにどんどん画質が良くなっていくっぽいです。はい。ので、もし画質が悪いよって方はですね、2から4試合、プレイしてみてください。そうすると画質が良くなるっぽいです。はい。なので、もし画質が悪いよって方はプレイしてもらえるといいと思います。はい。で、日本語がない人ですね。日本語がない人は、まずね、このダウンロードっていうとこ開いてもらって、下から3つ目ですね。英語でダウンロードになってるかな？日本語じゃない方は。はい。っていう方はですね、ここに、一番下に日本語っていうのがあるので、これを、ジャパニーズってなってるかな？英語だとね。はい。ここをですね、日本語にして、日本語のやつをダウンロードする、まず。そう、多分ダウンロードできてないと思うんだよね。そう。ない人。で、ダウンロードしてみる。で、その次に、このダウンロード上の言語、ラングエージってなってると思うんですけど、そこにジャパニーズって日本語ってあると思うんで、それで多分できると思う。って感じですね。これでできなかったらわかんないです。ちょっとまだ他のね、やり方を探すんですけれども、俺の配信ではこれでできたっていう方いらっしゃったんで、これでいけるんじゃないかなと思います。日本語でできない方はね。はい。ということで今回は、設定方法、そして、画質について、あとは、日本語についてのこの3点ね、紹介していきました。いかがでしたでしょうか？もしね、役に立ったよとか思ったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。概要欄にね、最強武器紹介とか、おすすめカスタムとか、いろいろね、紹介してますので、ぜひそちらもね、見ていただけると嬉しいです。はい。では次回もお楽しみに。バイバイ。